動画をご視聴いただきありがとうございます。大手で働く29歳がストイックでもなければ怠惰でもない。でもなんか少しずつ変わってきた気がする29歳の3日間をお送りします。毎週日曜17時投稿のルーティン動画ですので、チャンネル登録と高評価を来たチャンネル登録来たぞしていただけると嬉しいです。ということで今週もよろしくお願いします。今日もランニングをしていきます。最近淀川沿いがざわざわしてきてまして、暖かくなったからか鳥がやたらと元気いっぱいです。特にサファリパークから脱走してきたんじゃないかってくらい南国の鳥がいて、さすがにびっくりしない私も驚き桃の木山椒の木でした。脱走するなんてすごすぎる。私もこの社会の渦から脱走したいけど、彼らほど柔軟にたくましく生きていける自信がないので、おとなしく石の下のジメジメしたところにずっといたいと思います。作文という特にオチも何もない話を披露しつつ、今日もランニングお疲れ様でした。帰ってきたらプロテインを用意します。蓋が開いてしまうと大惨事なので、二度と開かないようにきつく閉めます。プロテインを飲んだら、今日も地道な男の習慣、作業開始のゴングが今鳴りました。本日土曜日、手を抜くことに長けた私は、ここで PC を起動せずにソファーにダイブして最後の生活を送ることも可能ですが、このまま何もしないとそれは後でしんどくなることが分かっているので、地道に取り組んでいきます。今日やるのは編集と仕事の勉強です。正直仕事の勉強をやることがめちゃくちゃ最近しんどいです。最初は飽きているだけかなと思っていたんですが、なんか違くて、多分自分が向かいたい方向と今の仕事の方向がマッチしていないんだと思います。ぼんやりとでも自分の好きなことで何か価値を生み出したいみたいな感覚はあって、そういう自分がいる横で今の仕事の勉強をしているとちょっとずれている感じがします。でもじゃあやめますかって言ったら、それはそれでシワ寄せが溢れてシワに飲み込まれてしまうのは分かっているので、理想に向かって走るためにも今ここで沈まないように今日も地道にやっていきたいと思います。限界が来たので服を着替えていきたいと思います。最近デニムジャケットを買いました。これがヘルムート・ラングの1999年のアイテムで、今からもう30年近いアイテムです。無骨なデニムジャケットにコーティング加工がされた独特な質感で、装飾を最低限にしているのに色気だったり上品さが出る感じがこのジャケットには詰まっていて、ずっと憧れていた一着です。一生大事にしようと思います。ということで気分は爆上げ、毛根爆増な服を着て向かうは大阪です。今日は AGA の予防薬を買いに来ました。3年くらいずっと行こうとは思ってたんですけど、なんというかクリニックに行くのがちょっと恥ずかしくてずっと踏み切れなかったんですよね。でも今年で30歳になるし、さすがにケアするならここらが限界だと思って20万トンぐらい重い腰をついに上げてきました。結論めちゃくちゃ言ってよかったと思っています。なんかずっとモヤモヤしていた悩みの種が一つ消えたことで、これだけで理想の生活へ一歩近づいた感覚です。いや、言ってよかった。春って最高すぎて、基本的には屋根の下の日光が届かないジメジメしたキクラゲみたいなのが生えているエリアに生息している私でも、前向きに外出を検討できる季節です。一旦ユニクロに突入してエアリズムを調達することにしました。いろいろと肌着を着ましたが、エアリズムが一番着心地がいいと思います。汗をかいてもサラサラで、最近価値を再確認して買い増しをしています。これからの季節どんどん暑くなっていくので、こういうちょっといい肌着が QOL を上げてくれるような予感です。次に向かうのは心斎橋です。田舎者の僕から言わせてもらうと、心斎橋って都会的で歩くだけでも楽しいです。私の地元には田んぼしかないので、田んぼどここれと時々不安になりますが、多分屋上とかにあるんだろうと思います。ちょっと小腹が空いていい感じのピザ屋さんに来ました。ピザから生まれたと言っても過言ではないくらいピザ好きの私にはぴったりの小腹サポートです。フラッと入ったにしては大当たり、孤独のグルメだったらおいしいみたいなコメントが絶対に出る、心の内側から幸せになる美味しさの渦に飲み込まれます。値段も1枚1000円前後でリーズナブル。お酒も出るので、ここかなりいいかもしれません。最後に来たのはザ・エレファントというお店。ここではクラークスのワラビーというシューズを人生で初めて買ってみました。今日履いてみるまでなんかずっと地味なのかなと思っていましたが、履いてみると
考え方が360度変わり、これ変わってないな。180度変わり、ワラビーってスニーカーほど脱げてないけど、革靴ほどカチッとした印象も与えないので、どんな服装にもハマるすごいいい靴だなと思って即購入。今度韓国旅行に行く時に履いていこうかなと思います。本日も締めはこちら酒場。酒飲まずにはいられない。いつもの毛沢東手羽先を口に頬張りながらレモンサワーで流し込むことに快感を覚えた男です。油もんとレモンサワーってなんか多分兄弟ですよね。いとこかな。毎週の疲れはこういう心も体も満タンになる居酒屋さんでご飯を食べながら日頃の悩みやら雑談を魚にたわいもない話をする。とてもリラックスできました。もうここに住みたい。というか住ませてください。ということで本日もお疲れ様でした。おやすみなさい。痛すぎる。謎の時間軸から2日目が始まりました。仕事終わり、今からご飯を作っていこうと思います。自炊って結局めんどくさい面もあれば気分転換になる面もあっていいのか悪いのかわからなくなります。まあでも飯って仲間の海賊に言われた時に某足癖の悪いコックぐらいすぐに振る舞える腕前になっておくと割といいのかもしれません。今日作っていくのはナスと豚肉の甘酢和えみたいな料理です。ナスって安いのに美味しいですよね。個人的には子供の頃嫌いだったけど大人になると好きになる食べ物売りか部門大賞を受賞しています。ということでご飯をいただきます。食べてみたら今日も無事美味しく作れていました。めっちゃうまいやん。ということで作業していきたいと思います。こっからはひたすら作業タイムです。最近整体に行き始めたんですけど、なんかデスクワーク中の体のだるさや辛さがなくてだいぶ調子がいいです。疲れにくい感じがします。まあこれはプラシーボかもしれませんが、整体師の指で筋肉をほぐすやつ、あれがめっちゃ気持ちよくて普通にそのためだけに行っているまであります。小さい頃はマッサージチェア座って痛すぎゴム球これとか思ってましたが、今座ると体が凝り固まっているので多分最高だって感じなんだろうなと思います。まあおかげで今日の作業もいつもより集中できた気がします。まあ気がするだけかもしれませんが、気がするだけでも十分効果があると思います。ということで本日もお疲れ様でした。風呂に入って今日はもう寝ようと思います。皆さんおやすみなさい。ということで3日目です。週の中日水曜日、仕事のだるさが若干ピークに達していて、水曜日をスキップしたい気分です。まあ水曜日をスキップできるのはそのまま木曜日も、まあ金曜日くらいは行ってやってもいいかなという気分です。そんなことを言っても当然のように水曜日は始まるので、憂鬱な気分を吹き飛ばすために最高の朝のランニングに向かいたいと思います。ということでやってきました淀川。もう日差しがほとんど夏ですね。基本インドア派な私は夏というと部屋でゲームしかしてこなかったので、あまり夏に外でバーベキューなんていうおしゃれなことをやったことがないです。逆に色々と挑戦する夏みたいな感じで、今年はそういうアクティビティを夏にやってみたいなと思います。あと学生の時は夏が一番好きだったんですが、夏休みがなくなったことと最近酷暑すぎるので普通に一番嫌いな季節になりつつあります。でもマジで理解されないんですけど、夏に好きなことが一つだけあって、それが蚊取り線香なんですけど、自分蚊取り線香の匂いがめちゃくちゃ好きなんですよね。なんかノスタルジックな気分になるというか、どっか懐かしい気分に浸れるので積極的に焚いたりします。まあ蚊がいなくても普通に趣味で蚊取り線香を焚いてるってことですね。ということでノスタルジックな気分に浸りたいそこのあなた、ぜひ蚊取り線香を焚いてみてください。ということで本日もランニングお疲れ様でした。まだ飛来している花粉にちょっかいをかけられながら朝食の時間です。いつものプロテインを飲みますが、やっぱりショコラ味のザバスは飲みすぎていてちょっと拒否反応が出てきています。これは飲み切るとしてなんか飲みやすいやつで別の味を調べて今度は買おうと思います。プロテインを飲んだらもはや親戚ですと紹介されても違和感がないほどこのチャンネルに出てくるコーヒーを作っていきます。コーヒーを入れたら今日の作業のスイッチを入れて仕事頑張っていきます。午前中の仕事を走り切ったらお昼ご飯の時間です。溜めた水に気合を適量送ったら無事うどんの出来上がりです。なんだかんだ適当に作ってもやっぱりうどんってうますぎる。冷凍うどん一つでなれる幸せ。300円足らずで到達できる最高級のオアシスがここにはありました。うまさに感動したらそのまま洗濯物を干していきます。物干しが遠くて
ちょっといろいろと危ない場所にあるので、基本的に家の中で干すようにしています。これのせいで部屋が洗濯物だらけになってしまうので、たまに友達が来た時に来る友達なんていないのを忘れてました。ということでね、仕事無事に終わったわけなんですけど、今日もね、もう群発頭痛ですか？本当にね、あれ痛すぎてね、普通になんか作業できないんですよね。薬飲んでね、2時間ぐらいして良くなったんですけど、あれなんか1ヶ月ぐらいで治るって聞いたんですけど、なんかもうだいぶ1ヶ月来てる気がするんですけどね、なんかちょくちょく来るんですよね。これちょっとやばいんかな。普通にもう一回病院行った方がいいんかな。薬を飲んでね、だいぶ良くなってきたっていうところで、早速ね、夕食を作っていきたいと思います。はい。先週の Vlog で病院に行って群発頭痛だったという話をしたんですが、そろそろ発症から1ヶ月ぐらい経って薬ももうなくなるんですけれど、まだ来ている感じです。最初は耐えれてたんですが、最近あいつもレベルを上げてきたのかちょっと耐えれなくなってきて、長引くようならまた病院に行かないといけないですね。普通に痛すぎて作業できないのがきついんですよね。さすがは世界三大激痛。しかも最近なんか夜じゃなくて昼に来るようになってて、夜は寝るだけなんでいいんですけど、日中は支障が出ます。これがゴールデンウィークに来たらもう大変なので、韓国旅行に行く前にもう一度病院に行きたいと思います。作業開始の宣言をしろ、磯野。はい。作業開始。ということで体もだいぶ元気になったので、少しだけ編集と仕事の勉強を進めていきます。ご存知の通り、もやしと豆苗の間くらいの体力しかないので、ちょっと無理するとすぐに枯れます。こういう日は気持ち6割くらいで作業して、シワをなるべく寄せないようにしていくのがモブ人間なりの無理のない続け方です。作業中によく作業用 BGM というのを聞くんですが、これまで邦楽、洋楽、作業用 BGM 系、ジブリ系、マインクラフトの BGM と様々な音を試してきた私ですが、最近境地に達しまして、ついにただのホワイトノイズを聞くまでに成長してしまいました。もはや作業用 BGM といったら語弊があるとしか思えない境地。実際これが一番集中できるかもです。という最近のしょうもない発見を披露しつつ、本日はここまでにしようと思います。今週もここまでご視聴いただきありがとうございました。ストイックでもなければ怠惰でもない地味なモブ人間のルーティンはこれからも続いていきます。ということでまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。